はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想のキーボード探しの結論というテーマでお話ししたいんですが、答えはキーボールです。ということで、キーボール39の長期レビュー、弱点克服法、極楽周辺アイテム、俺のキーボール最終進化系など、ここ1年半の試行錯誤を濃縮報告させてください。過去一地獄のような動画となった気がしてますが、あなたと一緒にマサラタウンにさよならバイバイできますと幸いです。なお今回はユーグリーンさんにスポンサーいただきました。本当にありがとうございます。ユーグリーンさんの充電器めちゃくちゃイケてるんで、後ほど詳しくご紹介します。ということで早速、キーボール1年半レビューに入っていきます。はじめに結論ですが、キーボールは今も変わらず自分にとって最強理想のキーボードでいてくれてます。特に尊い点は7つです。1つ目、左右に分かれる分割式のメリットが絶大です。手の幅や角度があまりにも自由で圧倒的に楽な姿勢でタイピングできます。間に iPad やマイク、マグカップ、電卓、メモなど何でも置けちゃう点もエクセレントです。2つ目、親指トラックボールが秀逸です。マウス的なカーソル操作も含めて実質無動で全ての PC 作業、iPad 作業がこなせます。実際に僕は普通のデスクワークを全てキーボールだけでこなしています。3つ目、実は意外と持ち運びやすいんです。分割式は折りたたみ式の進化系とも言えるんで、重ねたり並べたり自由自在です。片手分のサイズは縦10センチ、横 13.5 センチほど、厚みはキー部分で3センチ弱、一番大きいボール部分で4センチほどとなっています。X で天才キーボーラーな方に教えていただいたハードシェルケースがシンデレラマッチでした。びっちりミニマル寸法と鉄壁防御力を両取りできます。4つ目、キー配列を自分好みにカスタムできるんです。そんなの面倒だし、総合的には効率を下げるだけっしょって思いますよね。僕もそう思って生きてきたんですが、とんでもない間違いだったと猛省せざるを得ません。とにかく異次元に便利になります。例えばウィンドウを瞬間移動させたり、サイズ変更したり、ブラウザのタブを切り替えたり、進む戻るしたり、ミッションコントロールったり、デスクトップ切り替えなんかも指的に最も押しやすいキーで発動しまくれます。自分好みにカスタムした配列はキーボール内部に保存されるんで、どんな初めましてのコンピューターちゃんでも何の準備もなしにただ突き刺すだけで使えちゃう天国仕様です。逆に普通のキーボードが打てなくなるぜ懸念説についても、これは杞憂と思っています。この1年半でそう確信できました。確かにゴリゴリ追い込んだキーボードと比べて普通のキーボードは若干不便に感じることはあります。ただこれは相対的にキーボードが便利すぎるというだけで、普通のキーボードが使えなくなったという話ではないです。大前提、一番肝心な通常文字部分はちゃんと配列を一致させておけるんで、普通のタッチタイピングは全然問題なかったりします。ただですね、全く別の配列の無刻印キーボードとの併用はさすがにきついと僕は感じました。この点は要注意かもしれませんし、あるいは単に僕の修行が足りないだけかもしれません。5つ目、iPhone や iPad でもバッチリ使えます。カーソル移動やタップ、スクロールなんかもほぼ完璧に動作します。カスタム次第でスイッチャーとかアプリ切り替えなんかもイケイケです。念のため余談豆知識ファイナル奥義を一つ紹介させてください。これはキーボードに限らないんですが、どうも最近 iPad につなげたキーボードの動きが時々悪くなる印象です。反応が鈍くなったり、特定キーが効かなくなるみたいな事案です。以前はこんなことなかった気がするんですが、何かしらのアップデートが原因なのか、気のせいなのか何なのか詳細は不明です。で、とにかくそんな時はアプリスイッチャーからアプリを一度シャットダウンして、再度アプリを開き直せば一瞬で快適状態に戻れます。アプリシャットダウンの動作は設定、アクセシビリティ、タッチ、アシスティブタッチ、デバイスから任意のキーに下にスクロールを割り当てればキーボードから直接操作できます。アシスティブタッチメニューの白丸が邪魔な場合はメニューを常に表示をオフるといいです。ただこのままだとキーボードを外した時に白丸が復活しちゃって厄介です。よってコントロールセンターからアシスティブタッチを一撃オフできるようにしとくといとおかしです。設定、コントロールセンターからアクセシビリティのショートカットを追加すれば OK です。余談豆知識ファイナル奥義はあと728個あるんですが、今回は割愛して話を先に進めさせてください。6つ目、キーボールは完全に異なる2つのキー配列を自由に使い分けられます。切り替えはケーブルを反対側に突き刺すだけです。僕はメインデスクでは左につないで MacBook 用、出先では右につないで iPad 用の配列がアクティブになるようにしています。他にも Windows 用とか特定作業用とかいろんな使い分けがありえますし、ペン作業時の片手デバイスにするのもありかもしれません。最後の7つ目、ハード面でのカスタムもめちゃくちゃ楽しいです。見た目を変えたり打鍵感を追求したりは当たり前として、さらに天才キーボーラーな方々による非倫理的蛮行によってグレードアップ沼パーツも充実してきています。理想の書斎作り流最終進化系は動画後半で詳しくご紹介させてください。やたら褒め散らかしてますが、もちろん弱点や気になる点もあります。
ここ1年半の科学の進歩とアーダコーダの試行錯誤の洗礼を経てもなお色あせることのない弱点は次の3つと思っています。1つ目、接続は有線です。ただちょっと待ってほしいんです。有線ってだけで頭皮がめくれ上がりそうな同士の方も多いかと思うんですが、実はキーボード周りに限ってはケーブル特例無罪となっています。接続が段違いに安定する、キーボード側のバッテリーの心配がいらない、コンピューターの切り替えなんかも抜き差しで一瞬っていうメリットの方が強すぎます。それでもケーブル邪魔なんじゃいって意見はごもっともですが、書斎ならデスクシェルフで 99.99999% を覆い隠せますし、お外な EDC デスクなら己のワイヤリングテクをアウトプットする絶好のチャンスになります。ここだけの話、ケーブル嫌い芸人の9割は2年以内にケーブル許容恩恵派やしれっと寝返ってる説相当あると思います。2つ目、玉のお掃除が必要です。これはトラックボールが普通のマウスに明確に劣る点と思います。僕は無水エタノールで汚れをテイクオフした後によく振ったボナンザドレッシングで保湿するスタイルに落ち着いています。頻度はおよそ週5、1回あたり5分で決めてます。球を磨くってアクティビティのマインドフルネス味や球滑り復活の喜びを考えると、サウナや C 社より超倍整っておすすめです。3つ目、フル稼働な親指周りは若干疲れるかもです。解決策としてテンティングっていう効果抜群な必殺技があるんで、後半で詳しくご紹介します。とにかくキーボードって本当に靴みたいな存在ですよね。体の特徴や用途次第の上にファッション性や TPO も大事、人による道具だなってしみじみ思います。ということで、むしろ逆に人によらないアイテムを紹介させてください。今回スポンサーいただいたユーグリーンさんの小型ハイエンド急速充電器ネクソードプロです。充電器はハイパワーでコンパクトで安心安全で、それでいて価格も安い方がいいに決まってます。ネクソードプロは現時点でトップクラスの充電性能とポートの数、サイズは最小級、そして実績豊富なユーグリーン酸製でコスパも良し、局部はシャキンと折りたたみます。何より艶消しグレーチックな仕上げと角張った形がめちゃくちゃかっこいいです。質感も相当高いと言えます。充電器が本当にかっこいい必要があるかは問題ではありません。これはかっこいいものです。悩みどころは65、100、160W のどのモデルにするかですが、例えば普段 iPad mini と iPhone しか持ち歩かない僕だと 65W で十分です。iPad mini と iPhone15 Pro を同時にしっかり 20W 弱で急速充電してくれます。AirPods や Apple Watch Ultra と比べてもこんなサイズ感で EDC バッグに入れっぱ運用できちゃいます。ノート PC が1台充電対象に入るなら 100W モデルがベストです。100W でも十分小さい上に重さは 200g 弱で iPhone15 Pro より軽いんです。もしもノート PC を2台充電するだったり、デスクに置きっぱする用だったり、カメラや家族分のデバイスも増える旅行なんかでは4ポートある 160W が安心です。重量 300g で結構ずっしりきますが、充電器を 2,3 個ゴロつかせたり子供を2人抱っこするのと比べたら実質手ぶらのようなものです。ジムは処理するもの、人は導くもの、充電器は集めて越に浸るものなので、気になる方はぜひ概要欄からユーグリーンネクソードプロをチェックしてみてください。すみません、やっと準備が整いました。それではこの動画の核心、デスク沼で絶賛窒息中の風前の灯火がたどり着いたキーボール最終進化系&極楽アイテム紹介に突入していきます。まずはテンティングについて。この用語はキーボードを Z 軸方向に立たせるって意味のスラングです。明らかに腕や手首、親指周りの疲れが激減します。科学的エビデンスなんか知りません。この手首がエビデンスです。テンティングの角度を3つに分けてお話しさせてください。鬼のように生きり立たせる急角度テンティング、僕はこれが一番快適です。マンフロットミニ三脚で地面をわしづかんで自由雲台を上に生やしてマグネットでガチに連結するだけです。ポイントは3つあります。1つ目、揺れ対策。外側前方をデスク天板に設置させます。その上でミニ三脚のうまいポジションを探せば全く揺れない理想の G スポットは必ず見つかるはずです。デスクマットを敷けば横滑りや傷も防げてなおよしです。2つ目、マグネット連結について。ネジ穴を避けて円形プレートを散りばめるといい感じです。最初に必ず大きくて重要な塊から入れましょう。後でその隙間を細かな出来事で埋めるのですってのは我々の成功哲学と同じですね。ちなみに鉄板に標準装備なテープのりは後々剥がせるか不安すぎたんで、無水エタノールに2時間つけ置いた後全て取り除きました。で、代わりにそこまで強くない両面テープで貼り付けています。これなら無水エタノールを垂らして 1,2 分待つとスルッと剥がせます。位置調整や再利用のために剥がす時なんかで鉄板がひん曲がってお釈迦になるリスクがないので安心です。3つ目、マンフロットミニ三脚の固定方法について。そのままでも一応ネジ固定はできますが、皮一枚穴はかなり脆いです。でも雲台の先っちょが単小すぎてどうしようもない。そんな時は円盤をもっと薄いのにチェンジするといいです。
貫通距離を稼げるんで無事ナット固定できるようになります。そしてこの鬼角度テンティングと絶対一緒に使いたい極楽浄土必達アイテムがあります。フィンランドの伝統健康工芸品エルゴレストです。鬼角度だと高さが出ちゃうんで手首の位置も上げた方が圧倒的にタイピングしやすいんです。エルゴレストは時計職人さんや漫画家さんなど精密手作業を行われるプロフェッショナルが使う一品で、前腕ふわふわホバリングの滑らかさが天元突破してくれてます。普通のデスクワークにおいてもただタイピングが楽ちんになるだけじゃなくって、左手デバイスやマグカップ、メモ書きへのアプローチが超絶シームレスになったり、スタンディング状態でも快適に腕を支えてくれたりと活躍シーンありまくりです。しかも畳むと超コンパクト。我々の朝の日課、転板した配線整理の時にうっかり頭蓋に突き刺さりそうな突起もないので安心です。ちなみに脱着はこのネジを手で回すだけ。高さ調整もこっちのネジを手で回すだけです。工具いらずというわけです。すでに1年以上使ってますが、ずれちゃう取れちゃうみたいな問題は皆無ですし、転板へのダメージも一切ありません。ただデメリットが2つあります。1つ目、夏場半袖だと若干ベタつきます。なのでアームカバーを使うといいです。2つ目、椅子のアームレストとバッティングするかもです。僕はエンボディチェアのアームレストをむしり取るに至っています。結果的にとんでもなく快適な後傾姿勢が完成して大満足です。せっかくなんでここで今までずっと黙っていた過去一有益デスクマインドセットを暴露させてください。天板全体の奥行きは最小限にとどめつつ、エルゴレストで肘置きスペースだけを拡張しとくってスタイル、めちゃくちゃ合理的です。この天板は IKEA のカールビーですが、奥行き65センチしかないのにデスクシェルフを置いても1ミリも窮屈じゃないのは 700% エルゴレストのおかげなんです。続いてミドルテンティング。マグネットを取り付けたミニ三脚でサクッといきます。リストレストがなくても使えるんで屋外テンティングにおすすめです。ただ鬼角度と比べると快適さは少し劣りますし、三脚は小さいとはいえ荷物にはなります。最後のマイクロテンティング。内側をゴム足で5ミリほど持ち上げつつ、逆サイドはシールで滑り止めてます。ゴルゴ13のごとき完全ビタ止めスタイルが超ワイルドです。ということで僕自身はメインデスクでは快適さ最優先で鬼角度、外出先では荷物最小な割り切りマイクロテンティングを使い分けるスタイルに落ち着いています。続いては打鍵感について。真心を込めてレベル上げしたキーボードには心のマッサージ機能が宿ります。本当です。こんな感じでゴールしています。通常キー部分のスイッチは HHKB スタジオリニアです。しっかり静音、軸ブレ感ゼロ、色が黒、もともと大好きな HHKB ブランドってのが決め手です。正直この部分は選択肢が膨大すぎるんで、ここで沼ったら出口ないのでご自愛ください。一方で親指部分は一段高さが低いロープロファイル用スイッチが必要なんで、選択肢が極端に少なくなります。現状だとロフリーフローの静音ゴーストスイッチが最上の選択肢と言えちゃう気がしています。さらにダメ押しで干渉剤も埋め込み祭りです。 HHKB スイッチの底、ロフリーフロースイッチの縁、全体のボトムに仕込んでいます。ボトムスポンジは基板の形をそのまま油性ペンでトレースこいて切っただけです。ネジ穴は位置を印付けして、ポンチという拷問器具を丁寧に押し当てて、赤ちゃんのほっぺを優しくひっぱたくように叩き潰せば一丁上がりです。底打ちのカツカツ感が激減してくれて、山田かつてないもっちり感を堪能できます。続いては見た目について。結局人もキーボードも見た目が9割ですよね。塊感を出せばさてはおしゃくなると考えました。具体的には表面の凹凸やミルフィーユ積層要素を極力排除してテクスチャや色味を統一させるっていう作戦です。行き着きたい先は Apple 製品ですね。ということで塊おしゃ理論に基づいてトレーニング&KBD さんのケースと窓付きカバーで覆ってみています。かなり質感高くてすごく気に入っています。キーキャップは F10 です。塊感に全振りなキーキャップです。マッシブすぎて少しボールケースと干渉しちゃうんで、ケースの方をちょいとやすっています。親指側は極力低くしたかったのでスモローキャップでゴールしています。トッププレートは塗装しました。耐水ペーパーでざっくりやする。次に密着論を振る。最後にアサヒ高耐久艶消しブラックでフィニってみたところ、仕上がりはすこぶる良好です。一番悩んだのはチラ見えしちゃう基板の白い部分でした。マッキー油性ペンで塗ってみたんですが、かなり安っぽくテカっちゃう印象です。
最終的にはほとんど見えないんで結果オーライなんですが、ここは改善の余地があります。もっといい基板の塗装方法などコメントで教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。最後にネジやスペーサーは伝説のネジ商人フィルコおじさんのお店に黒いやつをオーダーすればバッチリです。続いて最もセンスが問われるボール選びについてです。まずは滑らかさ。結論、フェリックス氏の光沢玉が最強です。ボナンザメンテの直後はどの玉も同じぐらい滑らかいんですが、スベスベゴールデンタイムの持続時間はフェリックス玉が明らかに一番長いように感じます。次に見た目。シルバー、グレイ、ブラックなどの無彩色系が飽きが来なくて、変態性もある程度は隠蔽できて、ビジネスシーンでもなんだかんだ無難と判断しています。ラメ感の有無も悩ましいポイントです。ラメラメしてるとマハラジャイですし、ラメなしだとモダンなドラゴンボールです。散々試し散らかしてきたんで、この場を借りて供養させてください。書斎系 YouTube チャンネルの末路。性格は壁紙に出る。生活はヘッドレストに出る。本音は筆記用具に出る。美意識はモニター裏に出る。清潔感はキムワイプに出る。気配りはウェブカメラに出る。芯の強さは配線整理に出る。ストレスは天板に出る。落ち着きのなさはバーティカルオーガナイザーに出る。人間性はキーボードに出る。在宅ワークを楽にするため、ワンチャンヒカキンドリームをつかむためにスタートした YouTube。 早2年と10ヶ月が過ぎたが、動画作りは地獄いままだ。分かってたんだ。沼動画は決してマスには届かないことを。スタート時参考にしていた心のチャンネル運営同士たちは続々と卒業していってしまった。俺自身更新ペースも下がっている。子供の成長は早いが、俺の仕事は遅い。多少こだわり強めなのは自覚している。債務超過なのは気づいてる。そして未だ出口が見えないことも。それでも俺は仕事道具が大好きだ。他に居場所のないおじさん同士からのコメントに勇気をいただき、この声だめのために動画作りを続けていきたい。べしゃりの才能がないから台本を書く。パジャマで撮影したいから顔面なしで攻める。凡人だからこそ道具と熱量で勝負する。書斎系 YouTube チャンネル運営は赤字です。滑り方にはセラミックボールとベアリングがあり得ます。それぞれ長期間試した結果、僕の感覚では滑らかさの差は意外とほとんどなくって、むしろセラミックボールの方が滑らかさが長持ちする、つまりメンテ頻度が少なくて済むっていう結論に至っています。最後に球を支える包皮部分、ボールケースについて、純正品はホワイトのみです。他の色がいいって同士の方にはケペオさん設計、トレーニング &KBD さん販売のボールケースを激推しさせてください。質感はすごく高くて、一度見慣れてしまえば超かっこよく感じられるはずです。あと球がガコガコなりにくいっていうメリットもあります。純正だとこう、カスタム袋だとこうです。両方ともボールが落下する心配はありません。あと補足ですが、通常の 34mm 玉に対してより小さい 25mm 玉というチョイスもあり得ます。見た目がだいぶスッキリしますし、携帯性も高まりますし、操作性も僕は十分いいと感じてました。赤玉 25mm で OK って同士の方にはかなり良いチョイスになるはずです。続いて左右をつなぐ TRRS ケーブル。自在スタイルさんのケーブルが現時点で頂点と思っています。柔らかくて取り回しやすいこと、ふんにゃりまとまる重み、適切な長さとコネクタ形状、オシャンティーな質感っていう全てを満たしてくれた至高の一品です。メインデスクでは長さ50センチの L 字コネクタ、外では15センチと30センチのストレートコネクタを愛用しています。もし MacBook を挟むなら80センチが必要です。テンティング用としては L 字コネクタの方がスッキリできておすすめです。なおケーブルのコネクタとケース開口部の相性にはちょっと注意が必要です。僕の場合は打鍵感アップ用のボトムスポンジのせいで中身の基板が 1,2mm ほど上にずれちゃってるんで、コネクタがケースに微妙に干渉しちゃってました。なので少しだけやすっています。それでは最後にかけがえのない驚愕の事実を暴露したいんですが、その前にこんな沼動画をここまでご覧いただいているド変態同士の 99% が抱かれてるであろう素朴な懸念を払拭させてください。キー数39個でいけるなんて嘘こけって思ってますよね。
断言できます。ボタンが少ないことについては本当に多分おそらく絶対心配無用です。記号や数字など全てのキーはちゃんと存在してくれています。キーマップが複数のレイヤーに分かれてるだけなんで、例えば39個の物理キー×3つのレイヤーで合計117キーあるのと同じなんです。この辺りの詳細はなぜか30万回ちょっと再生されてしまった以前の動画で詳しくお話ししてるんですが、今見ると本当にお下劣で恥ずかしい限りなんで後で絶対見ないでください。で、キー数が少ないとむしろ指の可動域が少なくて済むんで、慣れるとこっちの方がミスタイプが減ります。持ち運びや狭デスクでの領域展開もやりやすいです。キーキャップやスイッチの必要個数が通常の3分の1程度で済む点も地味ですが相当エコいメリットになってきます。ただですね、専門業務では専門デバイスを頼った方が合理的かもしれません。僕の場合、動画編集は左手デバイスループレックライブとのコンビでやっています。あと 3D キャド、まだ勉強し始め赤ちゃんレベルなんですが、おそらくスペースマウスとのコンビネーションイズベストの気配を感じています。キー数少なめキーボードのデメリットは実質ゼロなんで、ぜひ騙されたと思ってお気軽に自己責任でトライしてみてください。今回ご紹介したアイテムは全て概要欄に記載しておきます。ご意見ご質問など遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。理想の書斎作り調べによると、キーボールは現時点でも機能性ポータビリティ完成度の点でリアルガチ世界トップクラスな絶品だと思います。そして発明開発者はなんと日本人の方なんです。で、ここからが本当にかけがえのない事実なんですが、キーボール開発者のヨーキスさん、現在は岐阜県飛騨市でビードルっていう空飛ぶ車の開発にチャレンジされてます。もはや応援しない理由が見当たらないですよね。ということで、キーボールについてはマサラタウンにさよならバイバイできたはずなんで、続いて常盤の森脱出方法に入っていくんですが、